はいどうも、横澤チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、横澤です。メイクセンス。というわけでですね、ただいま私はラスベガスに来ているんですけれども、ちょっと急遽動画を回しておりまして、というのもですね、昨今 SNS だったりニュースだったりでですね、賭けポーカーについての話題がなんだかすごく多くなっているみたいで、横澤さんこの件についてどう思いますかみたいなメッセージだったりとかコメントだったりを実はすごい数いただいててですね、僕もこれに関してすごく喋りたいことがいっぱいあるなって思ったので、突然なんですけども、賭けポーカーについて、横澤が考えていることを話す動画をちょっと撮らせていただきたいなというふうに思っております。まず大前提なんですけども、このポーカーと、ギャンブルの関係性についてちょっとお話しさせていただきたいなっていうふうに思ってるんですけどですね、大前提僕はポーカーはかけた方が面白いゲームだっていう風に思っております。個人的にはですね。だから、こうやってラスベガスに来て、ギャンブルしてる。つまりポーカーでお金をかけている動画を出してますし、横澤チャンネルのね、過去の動画も見ていただけたらわかると思うんですけど、実際にお金をかけてポーカーしている動画っていうのがほとんどになってますし、サムネイルとかタイトルだったりとかにも、何千万円爆勝ちみたいなこととかをね、たくさん言ってるわけですよ。なので、僕はそもそもギャンブル反対派ではないです。ギャンブルイコール悪だという風に僕は全く思っていないです。ただ一方で、ポーカーっていうゲームはじゃあお金かけなきゃ面白くないのかっていう風に言われると、そうじゃないという風にも思っていて、お金をかけないポーカーも十分に面白いという風に僕は思っております。つまり、シンプルにポーカーっていうのは、二つの側面があって、そのギャンブルとしてお金をかけるポーカーの楽しみ方と、そうじゃなくて競技として、スポーツとして、ゲームとしてお金をかけないでやるポーカーっていうのもあって、どちらも楽しいよねっていうのが、僕の考え方です。で、それはもちろん人によってどっちが好きっていう人もいるなっていう風に思っていて、僕はお金をかけるポーカーの方がより好き。だけど、お金をかけないポーカーでも面白いと思えるっていうのが僕なんですよね。こっからちょっと本題になっていくんですけども、そんな中で大前提として日本の法律ではこのお金をかけるポーカーっていうのは禁止されているんですね。賭博になっちゃいますから、ポーカーっていうのはダメですよっていう風に決められているんです。でも、お金をかけないポーカーはやっても OK だよっていう風になっているので、まずその大前提を理解していただきたい。なので僕は海外でかけるポーカーの動画を出しているし、日本で撮影するときはお金をかけないポーカーの動画をね出しています。このチャンネルでも何度も僕とひろきとかで発信してきたことではあるんですけれども、改めて僕らがかけポーカーについてどう思っているかってことをまとめさせていただくと、僕もひろきもポーカーはかけた方が面白いと思っている派閥の人間なんですよ。なので法律を変えてポーカーでお金がかけれるようにしたいっていうのがまず大前提で一番強く思っていることですね。その下にある目標、2つ目の目標として、でもやっぱり法律を変えるにはものすごく長い年月が必要だってことも僕らは分かっていて、この2年間ぐらい本当にいろんなね角度からどうやったら法律変えれるんだろうみたいなこととか、どうやったらかけれるポーカーを日本でもできるようになるんだろう、海外の事例とかもたくさん勉強して考えた結果、そんなすぐにできることではどうやらなさそうだという結論に至りまして、まずはじゃあかけないポーカーで楽しくするってことが重要だなっていう風に考えたので、今渋谷にあって今度大阪にもオープンするんですけど、ルーツっていう全くお金をかけないでも楽しめるポーカーっていうのを作ろうって言ってルーツを作ったんですね。言っちゃえばこれは僕らの挑戦でもあったと思ってて、かけないポーカーって本当に楽しめるんだろうかっていう一つの僕らの、ギャンブルだったわけですよ。でも結果としてやっぱルーツはすごいたくさんのお客さんに愛されて、お金かけないポーカーの楽しさっていうのを知っていただけてるという風に僕らは思っております。なので、この2つをね、まとめて、これが僕らのスタンスなんですけど、このスタンスをもとに僕が今一番この動画で声を大にして拡声器使ってYouTube 使って全世界に発信したいこととしてはですね、一つ目はポーカーのイメージを良くしないと法律は変えられないってことなんですよ。このままポーカーのイメージが悪いもので、ポーカーって言えばギャンブルでしょ、どうせかけてるんでしょとか、そういう負のイメージが続いてる間は僕は法律は絶対に変わんないと思ってるんですよね。だってそんなイメージ悪いものの法律をわざわざ OK にしてポーカーしてもいいですよっていう風にやるメリット誰にもないじゃないですか。なんでポーカーのイメージ良くしないと絶対法律変わんないよねっていうのがまず一つ目。そして今はちゃんとルールを守ってかけないポーカーを楽しくしなきゃいけないんですよ。楽しくかけないポーカーができて初めてポーカーのイメージが良くなって、その結果法律が変わるっていう風な未来を僕らは目指さなきゃいけないという風に思ってるんですね。なんで僕が言いたいことは本当にただシンプルに2つで、ルール守ってかけないポーカー楽しもうぜっていうことと、最終的にポーカーのイメージをそれによって良くして法律変えようぜっていう、この2つが僕がめちゃくちゃ今言いたいことなんですよね。でさらに言うと、この今言った2つのメッセージ、聞いてる方は正直ね、何言ってんだって思った方もかなり多いかと思います。なんでかっていうと、それ正しくて、このメッセージっていうのは実はポーカープレイヤーに向けたメッセージじゃなくて、ポーカーを
提供する人、ポーカー事業者だったりとか、そういうポーカーの協会連盟みたいな人たちだったりとか、ポーカーのことを発信しているインフルエンサーの方だったりとか、芸能人の方だったりとか、そういう方たちに対して僕は今これを発信しているつもりで喋っております。なんでかっていうと、ポーカーのイメージを良くしたり悪くしたりとか、書けないポーカーを面白くするってことができるのは、提供者側の人たちなんですよ。ゲームを提供する人がそれを頑張らないと、僕は一生変わらないっていう風に思ってるんですね。で、僕これめちゃくちゃよく言われるんですけど、特にオンラインポーカー良くないよっていう動画とかをね、去年の今頃 WSOP の時に出させていただいたと思うんですけど、それ以降ですね、横澤とかひろきってオンラインポーカーしてる人のことすごい嫌いだよねっていう風に勘違いされていることがありまして、これ本当に全然違くって、僕はオンラインポーカーやってる人のことを悪いと思ったことあんまりないです。ぶっちゃけて言うと、法律的にどうなのかみたいな話とかは、それって判断するの僕たちじゃないんで、警察とか裁判所とかが判断することで、できればやんないでほしいなって思ってるのは本音なんですけど、じゃあオンラインポーカーやってるからこの人とは僕仲良くできませんとかっていうことがあるかって言ったら、そうじゃないです。もちろんこの人がね、提供者側の人だったとしたら、いやそれやめた方がいいよってことを真剣に説得すると思うんですけど、そうじゃなくて、一ユーザーとしてそのかけるポーカーをしています、オンラインポーカーをしていますっていう人のことが嫌いなわけじゃないです。本当にさっきも言ったと思うんですけど、僕らの法律を変えたいとかポーカーのイメージを良くしたいって言ってるのは、あくまでも、僕らの言っちゃえばエゴなんですよね。僕らがやりたいことであって、それを別に一ポーカープレイヤーに強制する権利は僕らはないと思ってますし、なんか僕らと違う思想を持ってるからといってそれを嫌いになったりとか受け付けないってことは一切なくて、この1年間ですね、いろんな人に言われてきたんですけど、そういうわけじゃないってこともこの動画ではお伝えしたいなというふうに思ってます。じゃあなんでこんなことを言ってるのかって話なんですけど、そのポーカーを提供する側の人には本当にこのことについて真剣に考えてほしいなっていうふうに思っていて、ポーカーを提供する人っていうのは今だけが良ければいいじゃなくて、5年後とか10年後にポーカーがどうなってるかってことをもっと真剣に考えなくちゃいけないと僕は思うんですね。で、それはどういうことかっていうと、ポーカーの可能性をもっともっと信じなくちゃいけないと思うんですよ。ポーカーって所詮ギャンブルだよねとか、ポーカーってどうやってもイメージ良くならないよねっていう風に提供者側が諦めてたら絶対に変わらないと思うんで、僕はこの可能性を信じれるのは提供者の人たちだけだと思うんですよ。例えばこのポーカーっていうゲームの面白さを利用してすごいお金を儲けるみたいなことだったりとか、ポーカーの影響力を使ってフォロワーを稼ぐみたいなことだったりとか、なんかそれポーカーを消費しちゃってると僕は思うんですよね。なんでポーカーの提供者であるならば消費者になっちゃいけなくて、ただ消費するのではなくてポーカーを伸ばすとか可能性を信じるとか、そういうアプローチをしないと僕はやっぱ提供者としてはダメだと思うんですよね。この今みんながみんなでポーカーを消費しちゃってるっていう世界を変えていかないと、いつまで経ってもポーカーはこの悪いイメージを脱却できないっていう風に思ってるんですね。でですね、こういう話をですね、実はポーカー事業者の方ともしたことがあるんですよ。僕はその方が言ってたのですごい印象的だったのが、とはいえ麻雀って許されてるじゃんと。だからポーカーも今みたいにみんなが当たり前のようにお金をかけてやるようになってって、実際法律的にはアウトなんだけど誰も逮捕されていないよねっていう状態をこのまま1年2年3年とキープしてやり続けていけば、いつかは麻雀みたいに、つまり見て見ぬふりをしてもう摘発とか逮捕とかはないけど実際は違法だよねっていう風に見放される世界を作ればいいじゃんっていう風にその方は言っていたんですよ。で、僕はこれはめちゃくちゃ間違ってると思ってもう超反論したんですけど、何が間違ってるかっていうと、じゃあ麻雀を見てくださいよ。じゃあ麻雀の今業界で本気で麻雀の事業をやってる人たちを見たときに、この人たちがその過去何十年間で行われてきたこの麻雀のいわゆるその違法な賭博についてそれで良かったと思ってる人僕一人もいないと思うんですよね。例えば M リーグとかって今すごい麻雀で大きなムーブメントを起こしてると思いますし、そこに M リーガーだったりとかいろんな芸能人の方とかいろんな方が関わって今麻雀っていうゲームをめちゃくちゃクリーンにしようと頑張ってるなっていうふうに僕は思うんですね。で、それはすごい素敵なことだと思うし、最高の提供者が麻雀の世界にはたくさんいるって僕は思ってるんです。でもこの人たちが考えてることって多分この麻雀の今まで何十年かけて積み上げてきてしまった負債を頑張って減らそうとしてめちゃくちゃクリーンにやろうとしてるように僕は感じるんですよ。これってじゃあこの人たちが何十年か前、つまり麻雀がブームになる時まで戻ってこの時からじゃあ麻雀をクリーンなものとして最初から広めてたらこんなことには絶対なってなかったと思うんですよね。なんでそもそも絶対に後から頑張って取り戻さなくちゃいけないようになるようなこの違法であるという負債を今のうちから積み上げることってナンセンスだと思うんですよね。僕らはまだ積み上げてないんで、これじゃあ積み上げないままポーカー入らせるようにした方が良くないっていうのが僕の意見なんです。しかもですよ、さらに言うと時代が全然違うってことも言いたくって、
麻雀が流行って見放されてた時と今のこのポーカーが流行ろうとしてる今のこの令和の時代ってもう社会情勢全然違うんですよ。だってその麻雀が本当にブームになった時なんて、その違法なギャンブルみたいなものとか賭博っていうのがいっぱいそこら中にあったし、もっと言えばね、30年前40年前の写真とか動画見たらびっくりする方も多いと思うんですけど、当たり前のように電車の中でタバコスパスパ吸ってるとか、言っちゃえば今の僕らからしたら無秩序な世界だったわけですよ。でも今って本当に SNS が普及したことによって、監視社会っていうとちょっとすごいネガティブな印象になっちゃうかもしれないですけど、みんながみんなお互いのことを見合っていて、だからその悪いことをしていることとかそのルールを守ってないことに関して罰が昔よりもめちゃくちゃ重くなってるんですよ。じゃあこの時代に適応して考えた時に麻雀がどうなってってるかって言ったら、やはり麻雀も合法なことをやっていこうっていう道にめちゃくちゃ方向転換してるんですよ。だから今のポーカーを何十年も前からの麻雀のブームにこう当てはめて麻雀みたいにすりゃええじゃんっていうのは絶対に間違ってます。ならないからなんせ。もうそんな社会じゃないんですよ今。この本当にね、時代を超えて麻雀っていうゲームが今変わらなきゃいけないっていう時が来てるっていうのを目の当たりにしてて、なおポーカーっていうこれから流行っていくゲームが同じ道をわざわざ歩む意味が僕は分かんないと思うんです。だからもしポーカーっていうゲームがこの後クリーンなものとして流行っていったら、例えばポーカーやってるってことはどうせかけてるんでしょって言われる世界と、ポーカーしてるってことはイメージが良くてこの人頭がいい人なんだろうなっていう風に思われるような世界と、こう2つの世界が広がっていくとしたら、絶対に後者の世界の方が僕はいいポーカーの未来が作れると思うんですよね。だからポーカーっていうゲームを僕は日本を代表するめちゃくちゃブームになっている文化であるようなエスタブリッシュドな誰にでも愛されていて、みんなが堂々と俺はポーカー好きなんだぜって言える世界を作ることが僕らポーカーの提供者がやらなくちゃいけないことだっていう風に僕は思ってるんですね。じゃあそれによってどんないいことがあるのって言われたら、ポーカーっていうゲームが流行ることによってたくさんの出会いが生まれたりとか、一人で寂しい思いしてる人が寂しくなくなったりだとか、そういういい効果はたくさんあると思うんですけど、正直言って僕が今これをこの人生をかけてでもやりたいことだっていう風に声を大にして言ってるのは、ポーカーっていうゲームを僕がめちゃくちゃ愛していて、それによってたくさんの出会いがあって、すごい人生にとって僕はポジティブな影響を与えられて、こんな最高なゲームをなんでみんなやってくんねんだよってぐらいの気持ちで僕はやってるんです。なんで一種のエゴです。でもだからこそ僕は変に横澤はこれを言うことによってなんか金を儲けようとしてるんじゃないかとか、なんかそういう風に思う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、本当にそういうの一切なくて、僕は自分の利益とか何が得なのかとか全然わかんないんですけど、それを度外視してでもポーカーっていうゲームに残りの人生全部をかけるつもりでやっているし、そのために僕はめちゃくちゃ努力しているっていう自負もあります。だからポーカーのイメージを良くすることとか、ポーカーの法律を変えることとか、その今僕が喋ってきたこのポーカーをなんとかしてやろうっていう気持ちはもう日本で一番強いっていう風に僕は自信がありますし、僕とひろき以外になんかこんなに頑張ってるやつを知らないって自分で思ってるぐらい本当に全力でやってるんです。この思いとか考え方っていうのは、僕一人の意見ではなくて、ひろきがね、今日本にいて離れたところにいるんですけど、ひろきと電話で話して、こういうことを僕は動画にしたいんだけどいいと思うかってことを確認して今回動画にして、編集はひろきがやってくれてますので、これはあくまでもね、僕とかひろきとかポーカールームっていう会社のみんなの総意だっていう風に考えてもらえたら嬉しいです。なので、この動画を見て共感したなとか、なんか俺も日本のポーカー変えたくなっちゃったぞみたいな人がいたらですね、ぜひ、みんなで一緒にやっていけたらいいなというふうに思ってます。そんな僕らの力、本当に小さな力なんですけども、この小さなとこからコツコツと積み上げていくことで、5年後10年後に最高のポーカーの未来を作れると、そういうふうに信じております。ぜひ皆さんのお力をお貸しください。コメントだったりとか連絡だったりとかしてほしいです。僕らもまだまだ全然見えてる世界狭くって、日本中全員のポーカープレイヤーが見えてるわけじゃないですし、多分僕らの知らないところでポーカーに対してめちゃくちゃ熱い思いを持ってくれてる方っていうのがたくさんいると思うんですよ。そういう人に立ち上がってもらって、少しずつでもこの日本のポーカーを良くしていくってことを僕はしたいなっていうふうに思っているので、ぜひですね、ちょっとぶっ飛んでるとも言える思いに共感してくれる方がいたら、一緒にポーカーの未来をこれから作っていきましょう。あまりにもちょっと熱くなってしまったんですけども、今日の動画は以上になります。ぜひですね、皆さんのお考えとか、皆さんの気持ちみたいなものもコメント欄に書き込んでいただけたらなというふうに思います。僕は全部この動画のコメントは見ます。ぜひですね、これからみんなで一緒にポーカーの未来をめちゃくちゃいいものに、明るいものに作り変えていきましょう。というわけで、世界の横澤fromラスベガスでした。また次回の動画でお会いしましょう。またね。